Hello everyone, welcome to the Lemon School Channel. こんにちは、レモンスクールです。まず僕の自己紹介はこちらです。It's not the most efficient way to immediately mimic native English speakers' intonation. There are some other things we need to do first. Today I'll talk about exactly what those things are. さて、英語のイントネーションはなかなか難しいと思います。イントネーションっていうのは音程のことです。Intonation みたいな感じです。なぜ難しいかというと、まずセンテンス全体の音程が複雑すぎて真似できないっていうのがありますね。それからセンテンスをネイティブに読んでもらうと、同じセンテンスなのに読むたびに音程のパターンが違ったりとか、読む人によって音程のパターンが違うんですよね。だから僕もそれで挫折したんです。だからイントネーションは聞いて真似するしかないかなと思ってる方が多いと思うんですけど、確かに聞いて真似するのは大事というか、それが基本ではあるんですけど、ただ聞いても、やっぱりさっき言った理由からダメなんですよ。全然パターンを身につけられないんです。僕もまさにそうでした。じゃあどうしたらいいかというと、もっと細切れにすればいいんです。センテンスをもっと細切れにして、その部分のイントネーションだけ聞いていけばいいんです。じゃあどうやって細切れにすればいいか、どこで区切ればいいか。実はこれを身につけるのには結構時間がかかります。これは覚悟するしかないですね。逆に言うとそれさえ身につければ、イントネーションもほぼ身につけたようなものです。まずよくみんなが言うのが、イントネーションはセンテンスレベルの話だから、ある程度単語力と文法力があってセンテンスを組み立てられないといけない。だから自分の英語のレベルだとまだイントネーションの練習は早いんじゃないかっていうことです。でも全然そんなことはないんですよ。単語一つでもイントネーションって存在しますからね。例えば、soup って音程を下げる。疑問だったら soup って音程を上げる。あとは、soup みたいに上げて下げたりもします。だから一単語でも音程が存在しますよね。だから文法力も単語力もなくて、簡単な単語で一単語からイントネーションを練習することができます。むしろ初期段階から多少イントネーションを意識してやった方がいいかなと思います。それで簡単に言うと、フレーズとかセンテンスはそれを組み合わせればいいだけなんですよ。では、どういう単位を組み合わせるか。逆にフレーズやセンテンスをどういう単位に区切るのかというと、よく言われるのが thought groups で分ける。つまり意味的な塊で分けると言われるんですけど、正直これがよくわからないんですよ。僕はわからなかったです。文法的な塊なのか何なのか。というのも、喋る速さによって thought groups が変わったりするんですよ。それでネイティブにはそういう感覚があると思うんですけど、僕たちノンネイティブにはそういう感覚がないから、場合によって変わるもので分けろと言われてもなかなか難しいんですよね。そこでもう少し日本人にとってはっきり分かりやすい分け方は、ストレス、つまりアクセントのあるところと、ストレス、つまりアクセントのないところを組み合わせて一塊にするんです。その一塊ごとのイントネーションを聞けばいいんです。実はストレスとかアクセントっていうと、音声学の研究者レベルの人たちでさえ誤解している部分があるので、僕は自分のレッスンでは中国語の発音指導を取り入れて、重音と軽音、重い音軽い音って呼んでますけど、重音と軽音をひとまとめにするんです。英語発音指導士の平田先生っていう方は、光と影っていう風におっしゃってました。例えば、Tom read books. Tom is reading some books. こういう練習法をすでに知っているとかやっている方もいらっしゃると思いますけど、全く知らないという方でも今日の話は全然大丈夫です。こっちのセンテンスだと全部ストレスがあるので全部重音なので3つの単位。こっちは ta, read, books がストレスがあって重音。Mrs. Dingson はストレスがなくて軽い軽音なので、これはひとまとめにしちゃいます。だからこっちのセンテンスも上のセンテンスと同じで3単位。この is とか some にストレスを置いて重音にするかどうかっていうのは話の流れにもよるので、この分け方が絶対ではないですけど、ここではとりあえず特にこれらを強調しない軽音にします。このひとまとめでイントネーションを考えればいいんです。いや、そうは言ってもこんなの難しすぎるとかストレスなんてわかんないって思う方も多いでしょう。それか、いわゆるこの stress timed rhythm の練習は知ってるしできる。でも練習ではできても実際に文を音読したり会話になると全然応用できないっていう方も多いと思います。僕もそうだったんです。この練習やったんですけど全然応用できなかったんですよ。なんで実践でできないのかというと、練習の時は教科書がすでにこうやって区切ってくれてますよね。しかも区切りやすいセンテンスを用意してくれてます。もちろん最初はイメージをつかむために教科書が区切ってくれないと困りますよね。でも実際には必ずしも区切りやすくないセンテンスを自分で区切らないといけません。しかも理屈で考えて区切るのではなくて、その場でリアルタイムで感覚で区切れるようにならないといけません。でもそういう練習を普段からしてなかったら当然できるわけはないんですよね。そこでこの一つ前のレベルに戻ります。
英語のシラブル、syllable と呼ばれる英語の拍って区切ります。拍って何かっていうと、それぞれの言語の基本単位です。実はこれがノンネイティブにとってはすごいクセモノなんですよ。これの習得がすごく時間かかるんです。でもこれができないと、リズム、イントネーションとかのプロソディ系は何もできないんですよ。逆にこれができちゃえば、全部解決すると言ってもいいでしょう。例えば日本語の日本語っていう単語だったら、日本語って4つに区切りますよね。日本人にとってこれ以外の区切り方はないし、これが当たり前すぎる区切り方ですよね。でもこれが日本語が母語じゃない人たちにとっては全然当たり前じゃないんですよ。よくあるのが、うちの嫁さんが中国人なんですけど、日本語ってついつい3つに区切っちゃうんですよ。やっぱりね、日本人にとってはこの分け方違和感ありますけど、でも、これはまだ日本語の発音が固まってない日本人の幼児でもやりますし、漢字で書くと日本語って3文字なので、まだ許容範囲かなと思います。でも、日本語みたいに4単位に区切っても境目が変だったりするんですよね。これは日本人としては絶対ありえない区切り方ですよね。だから、日本語母語話者にとって当たり前なことが、ノンネイティブには当たり前じゃないっていうのがポイントです。ここで音声学をやってる方は、日本語は網羅言語だ、英語のシラブルとは違うって言うと思うんですよ。確かに今の音声学応印論ではそれが世界的にほぼ定説になってます。でもそのうちこれに関しては、一応日本応印論学会の理事の一人として本気の音声学応印論トークの動画を作ってその時にお話ししたいと思います。今日はとりあえず各言語の区切り方の基本単位を拍と呼びます。音声学やってない人は気にしないでください。それで、シラブル、つまり英語の拍の区切り方は、実はルールは超簡単で、母音だけカウントして子音はカウントしません。それだけです。だからさっきの文だと、母音はこれだけなので、Thomas is reading some books という風に区切ります。区切り方のルールは簡単なんですけど、これを自然にできるかどうか、これがポイントなんですよね。これを身につけるには結構練習が必要です。でもさっきも言ったように、英語の拍は母音だけでカウントします。ということは、まず母音を理解しないといけません。例えば、I とか Oi みたいな二重母音を日本人の感覚だと、あ、い、お、いって2拍に分けちゃいますよね。でも英語では1拍なんですよ。Hi とか Boy とか、これは1拍なんです。一方で、idea の dear とかはアメリカ英語では2拍ですし、ruin とかも2拍なんです。ruin。2つの母音なんです。だから、英語の拍、シラブルを理解するには、まず母音を理解する必要があります。どれが1つの母音か、どれが2つの母音か。これは僕のレッスンでも徹底的にやってるので、よかったら見てやってください。それで、こういう段階を書いていきましたけど、英語のイントネーションをやるには、こっちからやっちゃうとあんまり効果がないんです。もちろん何もやらないよりはやった方が断然いいですけど、あんまりこっちからやっても自分で上手くなってる感じがしないんですよね。そういう方多いんじゃないかなと思います。だから、いきなりイントネーションをやるんじゃなくて、この順番で小さい方から積み上げていくんです。これある程度全部同時にやってもいいと思いますけど、どっちにしてもやっぱり一番小さいところを固めるんです。音程をつけるのは基本母音ですからね。子音だとスとかシみたいな無声音には音程がつけられませんからね。そういう意味でもイントネーションをやるには母音が大事なんです。つまり、まず母音を理解する。そしたら英語の拍、シラブルの感覚を身につける。ここが一番超重要です。この感覚がないと、ここから先の感覚もわからないです。だからここは僕のレッスンでも徹底的にやってます。あと無料だったら YouTube で英語シラブル音読で検索すると、ラナ英会話さんというところがやってるいい動画が出てきます。それを見るのもいいかなと思います。とにかくここをしっかり固めてください。これが分かったら初めて同じ一拍、同じ1シラブルでもストレスがあるのとないの。つまり重音と軽音があるんだなという感覚が初めてわかります。この感覚があるかどうか、それがすごい重要です。ルールがただ頭で分かってるだけじゃなくて感覚があるか、それが大事です。それでさっきの Tom read books、Thomas is reading some books っていう練習ですね。これは Stress Time Rhythm English とかで検索すると、ネイティブの先生がやってる動画がたくさん出てきます。これは絶対やった方がいいんですけど、やっぱりシラブルを1単位と認識できないと、結局練習だけ上手くなって実践で使えないんですよね。英語以外の言語でも、Stress Time Rhythm 的な要素は多少なりともあるんですけど、英語は特にこの特徴が顕著なので、歌の歌詞とかでもこれが結構重要なので、ここは結構発音指導で重視されるんですよ。でもそれはシラブル、拍がすでにできてることが前提なんですよね。でも多分シラブルはネイティブにとって当たり前すぎることだからだと思うんですけど、ここをあんまりちゃんとわかりやすく教えてもらえないんですよ。さっきの日本語を日本語って分ける例もそうなんですけど、ネイティブにとっては当たり前すぎるけど、
ノンネイティブにとっては全然当たり前じゃないっていうことをやっぱりね、ちゃんと教えてもらいたいですよね。だから日本語で例えるなら俳句とか川柳の五七五の数え方がそもそもわからない。五七五っていうリズムの感覚がないっていう外国人がいくら川柳とかを作っても日本語のリズムは身につかないみたいな感じです。それで重音と軽音を一塊にする。これフットっていう単位なんですけど、この感覚はシラブルの感覚さえ身につけば比較的簡単に身につきます。そしたらそこで初めてフット単位で音程を聞くというのが分かってきます。そうするとさっきお話しした thought groups というのも感覚が分かってきます。日本人は一部の方言話者を除くともともと音程をコントロールするのは得意なので、日本語は音程をよく変える言語なので、この感覚さえ分かれば、あとは音程のコントロールは早いかなと思います。ぜひ、この順番でやることを心がけてください。特に、シラブルっていう英語の拍、この感覚がある程度のレベルで身についているかどうか、ここがポイントです。この動画が少しでも役に立ったら、いいねを押して、チャンネル登録よろしくお願いします。